横校で植松死刑囚が78室、自分が76室でした。植松さんとは毎日目を合わせていました。植松とは2016年7月、神奈川県の障害者施設津久井やまゆり園に侵入し、入所者19人を殺害した植松聖死刑囚のこと。植松死刑囚は戦後最多となる被害者を出した殺人事件を犯したにもかかわらず、その裁判はあっけないほど早く終わってしまいました。2020年3月、横浜地裁で死刑判決が言い渡されると、自ら控訴を取り下げ確定。現在は執行を待っています。死刑確定以前の植松は多くの記者と面会するなど、その言動はたびたび報じられていました。しかし死刑が確定してしまうと、面会を許されるのはほぼいないため、植松が何を思い過ごしているのか知る機会はありません。そこで私たちは死刑確定後の植松の様子を知る者を探しました。そして一人の受刑者と出会いました。横浜拘置所に収監されていた際、植松死刑囚の隣の房で過ごしていたといいます。植松聖とは何者か。メディアが報じない重大事件。勝手に取材してみました。片隅に押された桜型のハンコ。これは刑務官が検閲したことを意味するものです。この手紙は北関東地方のとある刑務所から出された手紙。私たちがこの手紙の差出主である人物の存在を知ったのは去年8月、鑑定留置のため横浜拘置所に移送された際、植松死刑囚を見かけたといいます。それはちょうど死刑が言い渡された前後のことだったそうです。しかしこの人物も重大事件を起こしているため、決して一筋縄での取材は叶いませんでした。それでも交渉を続けたところ、ついに。植松さんは至って普通の人でした。食べ物はゆで卵が好きなようでしたね。あとは会った時に話しましょう。4ヶ月経った去年の12月、ついに面会の許可が下りました。すいません、刑務所までお願いできます。刑務所。はい。私たちは早速向かいました。そして誰も知ることのできない植松聖という人物の一端に触れることができたのです。刑務所内は当然録音や撮影が許可されていないため、面会時のメモをもとに会話を再現します。許された面会時間は30分。刑務所内の人物はまず彼の留置所での待遇から話してくれました。植松さんは拘置所の中では特別待遇でしたよ。風呂も運動も一番最初。植松さんが終わってからみんな行く感じでした。それと警備のためなのかな、隣の坊がいていて、その隣に自分がいたんですよ。あとなんでかわからないけど、植松さんはなぜか私物を坊の前に出されていました。普通は少しは中に私物を入れておくことが許されるんですけど、植松さんの場合は一回一回刑務官を呼んで必要なものを入れてましたね。棒の前にあったものは漫画ですね。すごい量が積み重なっていましたね。植松死刑囚の母親は元漫画家と言われています。
その影響があったのでしょうか。そして読んでいた漫画も覚えていました。オリジンっていう漫画知ってますか？あれがあったのは覚えてます。オリジンとはヤングマガジンに掲載されていた坊一氏著作の漫画。惨殺死体が見つかるところから物語は始まるそうです。拘置所の規則で直接話しかけることはできないんですけど、刑務官って声大きいから上松さんと話してることは丸聞こえでした。いつも自分で物を買っていたのは覚えてますよ。自分なんかお金ないから何も買ったことがないけど、上松さんも毎日のように何かしら買ってましたよ。横浜拘置所は1日買える量の、個数制限があるんですけど、毎回必ず上限まで。よく買ってたのはゆで卵。好きだったんですよね、きっと。拘置所にいるとしても、お金があればある程度のお菓子などのほか、生活に必要なものを購入することができるといいます。そしてそれを自弁と呼ぶそうです。植松死刑囚がなぜお金を持っていたのかは分かりませんが、面会の申し出は多かったようです。特に死刑判決を受ける前後、毎日のようにマスコミの人が来てましたね。マスコミ以外だと親ですね。差し入れしてもらったり、現金も受け取ってましたよ。植松死刑囚は拘置所の中で自分の指を食いちぎるという騒ぎを起こしています。しかし普段はおとなしい人物に見えたそうです。普通の人という印象、騒ぎを起こしたようなのも見たことがないし、一度刑務官からトイレのついたてもう壊すなよと言われているのを聞いたことがありますけど、少なくとも自分がいる時に騒ぎなんて起こしたことはないですね。その姿勢は死刑判決を受けても変わらなかったようです。死刑判決を受けたからって変わることは何もなかった。死刑判決を受けて拘置所に帰ってきてもいつも通り漫画読んでましたよ。しかし植松死刑囚は自ら控訴を取り下げ、死刑が確定したため刑場がある東京拘置所に移送されてきました。この人物は移送前、植松死刑囚に手紙を書いたそうです。隣の房に手紙を書くというのも変な話のように聞こえますが、拘置所の中で文通することは普通のことだと言います。控訴しないとか、そういう話を新聞とかで読んでいたので、一度だけ房の隣で、いつも朝うるさくしてごめんなさい、最高裁までやらないんですかって手紙書いたんですけど、書いては来なかったですよね。なんというか、何かを悟っているようにも思いましたよね。